どうせ同じ作業をするのであれば、より早く、よりきれいに、より楽にできるということを考える。ペンネーム山さん、40代の男性からいただいたお悩みです。太后和尚様、こんにちは。私は人生を正しく生きられるようになりたいと思い模索しています。道端にゴミが落ちていたら拾うとか、困っている人に手を差し伸べるとか、しかし心や体力など自分に余裕があるときはできても余裕がないときは見て見ぬふりをしてしまったり、人が見ていたらするけれども見ていなかったらしなかったりです。自分の心のどこかで損得感情をしている自分が情けなく思います。損得感情や名誉や評価などに左右されずに正しさを貫ける人生の生き方をアドバイスいただけたらと思います。どうかよろしくお願いします。仏教に八正道という教えがあります。以前も一問一答でも話したかもしれませんし、私のメルマガを購読なさっている方は八正道についてのお話とかもしていたと思うので、ご存知かもしれませんが、正しく物事を見るとか、正しく物事を考えるとか、正しい集中力とか、正しい言葉遣いとか、また自分でね、八正道ってインターネットでも何でもいいから調べていただいたら出てくるので、ぜひね、八正道って見ていただいたらいいと思います。で、山さんきっとこの私の一問一答なんかもご覧になっていて、正しく生きれるようになりたいっていうふうにして思ってらっしゃる。で、そのように感じます。で、この八正道というものが仏教の中で、人間がね、正しく生きるという、人間が幸せに生きていくためにどうしたらいいかということで、その八正道、8つの道が説かれているわけですけれども、この八正道の中に正しく物事を見るとか、正しくという言葉が出てきて、で特に宗教の教えの中ではその正しさということが非常に頻繁に登場してきます。で、山さんみたいな真面目な方はやっぱりそれを聞くとね、自分も正しく生きられるようになりたいっていう、すごく素直に憧れを持ってそのようになろうとなさるわけです。で、そうするとそこに葛藤が生まれるわけですね。正しく生きたいと思うんだけれどもなかなか正しく生きられない。それで今回のようなお悩みが上がってくるんだと思います。山さんの問題は何かというと、正しく生きようとしていることです。なんだと。あんたが正しく生きるというブッダの言葉を紹介したんじゃないかとおっしゃるかもしれませんけれど、そのツッコミは半分当たってます。山さんへの処方箋は何かというと、正しく生きようとするんじゃなくて楽しく生きようとしてください。仏教の教えというのは非常に難しい言葉、言い回し、あるいはなかなか凡人では達することができない悟りの境地を口伝えで伝えていく、あるいは体感で伝えていくということなんですけれども、当然なかなか悟りを開いた人のようには生きることができないんですけれども、ただ一つ言えることは、仏教の中で教えている正しく生きるということは、実は楽しく生きるっていうことなんだということを最近私はつくづく感じます。眉間にシワを寄せて苦しんで正しいことをやろうというような生き方が決して仏教の推奨している生き方ではなくて、
目を細めて目元口元をほころばせて生きることができたら、こんなに楽しい世界はないわけです。何度もこの一問一答で話してますが、八正道の中に正精進というものがあります。精進というのは努力をするということなんですけれども、正しい努力と書いて正精進です。で、この正しい努力というのは何かって言ったら、楽しい努力のことです。で、楽しいというのは、わいわいっていう無邪気な楽しさというよりは、その充実感であったり、やりがいであったり、本当の意味での興味深さっていうことですよね。ゴミを拾うにしても何にしても、今山さんがね、すごく真面目にいろんなことを自分ができるだけ自分がより良い人間になろうと努力なさってるっていう気持ちはすごく伝わってきます。そしてそのようになさってるっていうことの様子が伝わってきます。ただこれが一生懸命ね、苦しい努力になってるっていうことになってはいけないんです。どうやったら楽しくゴミが拾えるかなとか、そういう工夫をするんですね。で、それが正しい努力。例えば私ゴミ拾いの時に、大きなビニール袋を持ってトングでね、軍手をはめてトングでこうカチカチやりながら散歩しながらゴミ拾ってくるってこともあるんですけど、ゴミをだってこう拾ってくるとつまらないんですよ。なのでゴミを拾う時には左手でトングを持って拾ったり、あるいはくるって一回転して掴んだり、後ろ向きで拾ったり。くだらないでしょ。想像してみてください。そうやってゴミ拾いをしてゴミを拾うという一つの作業を楽しくするということも単純に私なりの精進です。人生というのはそんなに難しいものじゃないし、難しく考える必要はないし、むしろ難しく考えてはいけません。今私たちがやっている一つ一つの作業をどうせやるならば楽しくできる方法を考えるんです。そしてどうせ同じ作業をするのであれば、より早く、よりきれいに、より楽にできるということを考える。合理的に考える。それも精進です。わざわざ苦しんで何かをやる必要はない。ということで、山さんに対するね、その処方箋は正しくってじゃなくて楽しくっていうことの今話をしましたけれども、これ本当に私たち僧侶がね、私なんかでもすごくこう人生をストイックに難しく窮屈にしようと思ってこの一問一答を届けてるわけじゃないんです。私の名前を見たらわかりますよね。特に大愚っていう名前がですね、完全にふざけてますよね。私は賢くなろうと思って努力した時期がありましたけども、苦しくて自分が賢くなれないっていうことがよく分かったので、今は賢くなろうという努力は何もしてません。いろいろあがいてみて、自分がすごい人になれるかと思ったらなれないということが分かったので、すごい人になろうなんていうことはみじんも思ってません。正しく生きようと思ったけどなかなか正しく生きられないので、努力はしてますけれども、正しく生きようというそういうことの努力は今はしてません。じゃあどうやって何をどういうふうに生きているのか、どうしたら楽しく生きられるのかな、どうしたら気持ちよく生きられるのかなということを考えています。山さん、スポーツをしたことがありますか？スポーツで非常に上手い人というか一流の人たちって、その雑誌に載ってる時にカメラで撮られたその写真とかのフォームが非常に綺麗ですよね。いい動きというのは必ず周りから見てても美しいです。そしていい動きというのは本人からしてみると気持ちがいいんです。もう本当に眉間にシワを寄せながら苦しみながらやっている
パフォーマンスというのは、スポーツの世界特にね、見てたらわかります。それは決して美しいものではない。で、必ず何かね、突出した成績を上げた人とか、ホームラン打った人とか、苦しみながらホームランを打ちましたって人あんまりないですよね。もうスカーンと打って、ものすごい気持ちいい顔してますよね。だから、いい動き、いいパフォーマンスというのは、実は周りから見てても美しいし、本人もそんなに苦しんでないんです。で、山さんにお伝えしたいのは、人生も一緒だっていうことです。どうやら人生というのは、苦しみながら一生懸命生きていますというよりも、どうしたら楽しく自分が生きられるかな、どうしたら周りの人が楽しく生きられるかな、そのように考えていったら、もっと人生は楽しく生きることができると思うんですね。実は私のゴミ拾いの動画っていうのは結構拡散をされてまして、ある大道芸人の方がそれをご覧になった。で、その大道芸人の方がクラウンの格好ね、ピエロの格好をしたり、いろんな格好をしてゴミ拾いをしてくれるようになったそうです。そしたら、当然人を喜ばせることが仕事なので、いろいろなパフォーマンスをしながらゴミを拾うっていうことを自分でやり始めたらですね、それが受ける。そして自分も楽しいし、すごくなんか面白い、その大道芸っていうものに幅が広がったっていうことの声を届けてくれた人がありました。時として私たち僧侶というものは人々に何か間違った印象を与えてしまうことがあります。人生はストイックに厳しく辛いもんだ。頑張れ。確かにそうなんです。でもその厳しい、決して楽ではない人生というもの、苦しみがたくさんあるからこそ、それをどのようにして楽しみに変えていくのか、興味深いものに変えていくのか、それが知恵です。どうぞ山さん、とっても真面目な方だと思うので、その真面目さっていうものを正しく生きようとするんではなくて、楽しさにどうしたら楽しく生きられるかっていうふうにしてね、視点を変えて、その上で自分が良き人間になるための楽しい精進を続けていただければと思います。応援してます。頑張ってください。